気圧とは気体の圧力のことだ。気圧は温度や体積と密接な関係がある。例えばピストン付きシリンダーに閉じ込めた気体を加熱すると気体の体積は大きくなるんだ。このような法則を何というか知っているか？茅森。シャルルの法則。正解だ。よっしゃ。一方温度が一定の時に気圧が体積に反比例することをボイルの法則といい、2つを合わせてボイル・シャルルの法則という。ボイル・シャルルの法則は簡単に言うと気圧は体積に反比例し絶対温度に比例するという法則だ。ちなみに絶対温度というのは普段我々が使っているセルシウス温度、度 C とは異なるぞ。絶対温度は原子や分子が停止する温度をゼロとした場合の温度の考え方だ。まあこの辺の詳しい話は別の機会にしよう。今日から2日かけてフェーズ1からフェーズ5まで全て通した総合演習を受けてもらいます。他部隊との合同訓練になるけど焦らずこれまでの訓練で学んだことを発揮してくれれば問題ないわ。最後まで集中力を切らさないように。総員配置完了です。そのまま作戦開始の合図を待ってください。了解。いつでも行けます。お互い隊長としてかっちょいいとこ見せてやろうぜ、葵。はい、頑張りましょう、茅森さん。作戦開始。フェーズ1はアフリ神社からポイントベータの菜の花大展望台まで行軍だったよな。ああ。まずはポイントアルファのヤビツ峠を確保して有利な戦況に持ち込みましょう。了解。よし、行くぞ。ユッキー、5時の方角2体任せる。カレンちゃんはユッキーの援護、葵たちは私が突っ込む場所へのフォローを頼む。了解。了解です。こちらはまだ余裕があります。オッケー。じゃあ私らは12時の方角に突っ込むぞ。ヤビツ峠に到達。時間は6分と30秒。想定時間内だ。デフレクターは大丈夫か？まだまだ序盤やで。余裕やわ。みんなかすり傷レベルね。まだまだ足りぬ。もっとからせるがいいわ。いいね。このままポイントベータの菜の花大展望台まで行くぞ。よし、到着だな。葵、司令部に報告してくれ。はい。こちら 31B の葵です。ポイントベータの制圧完了しました。了解です。総合演習はフェーズ2に移行します。フェーズ2開始まで待機してください。 31A 了解。 31B 了解です。くそ。茅森さん、どうされました？いろいろ細かいミスがあったけど、そんなの自分で改めるべきだよな。いや、なんでもない。大丈夫。おそらくですが気づきがあったんですね。それは成長している証拠ですよ。自信を持ってください。お見通しか。すげえな、葵は。あ、ポイントガンマの鹿島神社までキャンサー3集団を確認と想定。準備完了後出撃開始してください。了解。了解です。ユッキー状況報告。葵は援護の想定をよろしく。行軍路の前半に敵集団が3つ。突っ込むと余計な被弾が増えるな。想定時間には余裕があるから防御優先でいいだろう。敵が固まらないよう
後ろ2つの集団はこちらで形成します。茅森さんは最善の敵だけ対処してください。了解。めぐみんカリリンは最前列に。他は敵に一当てしたら距離を保ちつつ応戦してくれ。葵は 31B の支援を指揮。あと後方の監視も頼む。で、大丈夫かな。的確で問題ないと思います。散々訓練でやった内容だからな。よし、行くぞ。葵、4時方向に牽制。了解です。こっちは8時方向を叩く。これで終わりだ。援護する。突っ込んでいいぞ。ユッキーありがとう。行くぞ。ついに鹿島神社到着。すごい勾配だったわね。朝倉さん大丈夫？引きこもってゲームばかりしてたから。無限に動ける人格変わると体力まで変わんのかよ。葵、司令部に報告頼める？はい。こちら 31B の葵です。ポイントガンマに到着しました。了解。フェーズ2の完了を確認。本日の目標を達成したため総合演習を終了します。お疲れ様でした。明日の総合演習ではフェーズ3からフェーズ5までが対象になります。今日は体をよく休めてください。それでは以上になります。今日の夕飯は何かな。肉っぽいですよ。やったー、ステーキかな。これはカツルですね。わんぱくな奴らだな。待て、ちゃうで。これは牛タンね。ただのタン？ただのってなんだよ。結構な高級部位だろ。だってタンって肉の味がしないんだもん。おかずにならない。贅沢なやつだな。十分なるだろう。ロースやカルビの方がいい。でもこんな分厚いタンなんてなかなか食べられないわ。タンはタンじゃん。何が悲しくて舌で舌を味わわないといけないんだよ。怒られるからな。同じ名物ならずんだ餅の方が良かった。やだわ。怒られるからな。やべ、ほんとだ。ご飯は麦とろね。麦とろご飯大好き。いただきます。ようやく静かになったか。なんやこれ。タンってこんなジューシーやったんか。弾力があるのにとろけていく。これは本場もんですね。なんで海にいたやつが本場の味知ってんだよ。思ってた以上に美味しかった。よかったな。誰？え、ひぐみん？誰がヒグミンだ。そんなスキンシップされると誰かさんが嫉妬しちゃうよ。スキンシップなんかではないわ。じゃあ何？匂いを嗅いでみた。何のために？貴様が別の奴らとは違う気がしてな。まあ人間だもん。そりゃ人それぞれだよ。特に私は変わり者ってよく言われるし。にしても面白い被験者だよ、貴様は。何の被験者なの？セラフ部隊に決まっているだろう。実験者は？私だよ。しかもその私すらも被験者であるのだよ。言っている意味がさっぱりわからない。だろうな。天才の考えることなど理解できまい。私も天才ってもてはやされてきたんだけどな。と、私は忙しいのだ。こんなところで油を売っている場合ではなかった。
一つだけ聞きたい。なんだ。ヒグミンはイチゴとスモモがやろうとしてることについて同じ仲間としてどう思ってるの？さまつすぎてどうでもいい。自分の命にも関わってくる問題だよ。私は死んでみるのもいい、そう思っているのだよ。どうして？興味があるからだよ。我々という生命の謎についてね。死んだら元も子もないじゃん。別の視点から観測できるかもしれないぞ。まさか。そう考えるとワクワクしてたまらん。私は忙しいんだった。もう行くぞ。ちょっと待ってくれ。作戦が成功するように葵の力になってほしい。なんでだ？今は葵がヒグミンの隊長だからだよ。貴様からの頼みか？うん。匂いも嗅がせてもらったことだし、それぐらい協力してやるか。ありがとう、ヒグミ。ヒグミン言うな。ゲシュタルト崩壊。不正解だ。法則って言ってるだろ。なんで崩壊なんだよ。かっこいいじゃん。意味は知らないけど。いろいろひどいわ。正解はシャルルの法則だ。パスカルの法則。不正解だ。正解はシャルルの法則だ。これでは作戦を延期するしかないわね。はい。やむなしですね。緊急連絡。新種キャンサーレッドクリムゾンの出現。町田ドーム、相模原ドーム、八王子ドームが壊滅。基地内のセラフ部隊員は総員出撃準備してください。そんな嘘だ。